こんにちは、双葉湊です。今回は新しく発表されたフラックス1を Python で動かしてみようと思います。Experience the next level of image synthesis with Flux1 AI. Our cutting edge AI technology creates stunning, diverse, and high detailed images from text prompts. 驚くほど多様で非常に繊細な画像を作成できるってことらしいです。フラックス1はステーブルディフュージョンの開発者たちが立ち上げたブラックフォレストラブズが新たに開発した画像生成 AI です。現在はシュネル、デブ、プロの3種類があり、シュネルとデブはローカルで無料で動かすことができます。これは各モデルの比較です。ミッドジャーニーやダリ3よりも高精度なことがわかります。それでは早速やっていきましょう。今回使用する PC のスペックです。今回使うコードではメモリを多く使用したのでメインメモリが多い方が良いでしょう。GPU も性能が高い方が良いですが、VRAM はあまり使用しなかったのでミドルクラスのものでも十分に動くと思います。一応 Python などのインストールから解説しますが軽くしか触れないのでご了承ください。コメント欄での質問もお待ちしています。Google で Python と検索して python.org のサイトにアクセスしましょう。Python をダウンロードしましょう。ダウンロードしたらインストーラーを実行しましょう。また、python.exe、topass にチェックを入れると良いと思います。あとはインストーラーに従ってインストールしてください。またテキストエディタとして VS コードもインストールしておきましょう。どうしてもインストールしたくない人はメモ帳でも大丈夫です。また Vim などの自分のお気に入りのエディタでも構いません。Google で VS コードと検索しダウンロードサイトにアクセスします。ダウンロードボタンを押すとダウンロードが始まるので、ダウンロードしたインストーラーを実行し、インストールしてください。次に GPU のドライバが正しくインストールされているか確認しましょう。ターミナルを開き、NVIDIA-SMI と入力して写真のような結果が得られれば大丈夫です。もしもうまくいかない場合は、NVIDIA ドライバーと検索し、お使いの GPU に合ったドライバーをインストールしてください。また、NVCC-V と入力して画像のような結果が返ってくることを確認します。もしエラーになった場合は、CUDA ツールキットと検索しインストールしてください。できればインストールの後に PC を再起動しましょう。そしたら Python の仮想環境を作ります。適当なフォルダを作り、その中で右クリックして、ターミナルで開くを選択してください。そしたら概要欄のコマンド1を入力してください。これで仮想環境が作られます。これには少し時間がかかります。もしも Python コマンドがないとエラーになった場合は PC を再起動してみてください。次に仮想環境をアクティベートするためにコマンド2を実行してください。これで仮想環境で作業を行うことができます。次に PyTorch をインストールします。サイトにアクセスします。サイトの下の方で自分の環境に合ったものを選択しコマンドをコピーします。動画ではステーブル、Windows、pip、Python、CUDA 12.4 と選択しています。一応コマンド3として概要欄に記載しておきます。コピーできたら先ほどのターミナルに貼り付けて実行してください。時間がかかるので気長に待ちましょう。PyTorch は自然言語処理などで利用されているトーチを元に作られました。オープンソースのライブラリで AI 系にはよく使うので覚えておきましょう。次にコマンド4を実行してください。今回はハギングフェイスのディフューザーズよりフラックスパイプラインを使用するのでそれ関係のライブラリです。次にコマンド5を実行します。これも AI 関係のライブラリです。最後にコマンド6を実行します。ここではメモリの使用を削減するライブラリなどをインストールしています。最後にコードを書いていきます。まずはファイルを作ります。この時にファイルの拡張子が見える設定にしておきましょう。右クリックして新規作成、テキストドキュメントを選択します。名前は app.py としてください。app.py を右クリックして開くを選択、概要欄のコードを貼り付けてください。保存も忘れずに。軽くコードについて解説します。最初の2行は先ほどインストールしたライブラリを読み込んでいます。4から9行目でパイプラインを構築しています。4行目でモデルを指定します。今回は一番下のシュネルを使います。11行目はプロンプトです。ここで何を生成するかを変えられます。例えば、アガール、アニメスタイルなどと入力してください。区切り文字はカンマです。
15行目は高さ、16行目は画像の幅を指定しています。ここを大きくすれば大きな画像を生成できますが、処理は重くなります。12行目から19行目は設定なのでいろいろ変えて試してみるのも良いかもしれません。最後の行ではファイルとして保存しています。ここの名前を変えれば別のファイル名で保存できます。ではいよいよ実行です。その前に実行中に強制停止させる方法をお伝えします。実行しているターミナルでコントロール+C を押すと強制終了です。何かあった場合は連打してください。実行するときは Python app.py と入力します。パイプラインが読み込まれ処理が開始されます。初回実行時はモデルのダウンロードがあるので時間がかかるかもしれません。動画はすでにダウンロードされた環境で録画しています。エラーが出ていますが問題ないので無視します。しばらくすると処理が始まります。プロンプトは A cat holding a sign that says Hello World です。Hello World と書いた看板を持っている猫という意味ですね。バーが最後まで進むと処理が終わります。右に出ている数字は経過時間と完了予測時間です。2分半ほどで処理が終わりました。実行前と同じ行が表示され、入力を受け付けるようになったら終わったということです。では画像を確認してみましょう。app.py と同じフォルダにイメージ .png があるはずです。かなりクオリティの高い絵ができました。文字もしっかり生成されたことには驚きですね。他にもいくつか生成してみましょう。これはガール、アニメスタイルで生成しました。しっかりとイラスト風になっていますね。大満足です。日本語でゲームしている猫で生成してみました。猫は合っていますがゲームしているかは怪しいですね。極力英語でプロンプトを書いた方が良いと思います。固有名詞も試してみましょう。英語で初音ミクで生成しました。認識できるほどにしっかり出力されました。有名な固有名詞であれば生成できそうです。ただ AI は固有名詞が苦手という特性があるので、あまり過度な期待はしない方が良いかもしれません。そういう場合は、ブルーアイ、ロングヘア、ホワイトドレスのように自分でプロンプトを考えましょう。このプログラムを使っていろいろな画像を生成したり、自分の作品に組み込んだりしてみてくださいね。最後にちょっとだけプログラムをいじって快適にしたいと思います。2行目にインポート、デートタイムを追加しました。5行目には now イコールデートタイム、now を追加します。6行目にフォーマッテッド、now イコール now ストル F タイム、ymd、hms を追加し、最後の保存する行をアウト、セーブ、f、フォーマッテッド、now.png に変更します。これで保存されるファイルの名前が現在の時間になります。そして、プロンプトイコールの行をプロンプトイコールインプット、プロンプトに変更します。これで実行した時にターミナルにプロンプトと表示されるようになり、そこでプロンプトの変更ができるようになります。これらの変更により、毎回プログラムを書き換える必要がなくなり便利になりました。上キーを押すと前回のコマンドが呼び出せて便利です。ぜひ覚えておきましょう。使い方は大して変わりません。このようにプロンプトと表示されたらお好きなプロンプトを入力すれば良いだけです。次回起動時からはフォルダ内でターミナルを開いてコマンド2を入力、Python app.py を実行するだけです。皆さんもぜひ自分の PC でやってみてくださいね。おまけ、AI の比較をやってみたいと思います。今回比較するのはスタビリティ AI のステーブルディフュージョン XL、オープン AI の DALL-E 3、そして今回取り上げた FLAX1 です。まずは、A cat holding a sign that says 数件で生成します。どの AI も出したかった文字は出ました。しかし崩れていたり、別の文字のようなものができてしまっていたりするので、文字に関しては FLAX1 が最高精度だと言えるでしょう。次に、初音ミクです。DALL-E と FLAX1 は良い感じですね。ステーブルディフュージョンは形が完全に崩れてしまっています。プロンプトが簡単なので、モデルの特色が出ている気もします。ステーブルディフュージョンはロラを追加したり、別のモデルを使うことができるという利点があるため一概には言えませんが、これはDALL-Eと FLAX1 に軍配が上がるでしょう。最後に日本語のテストです。ポテトチップスやゲーム、猫といった世界でも広く使われていそうな名詞を選んでみました。ステーブルディフュージョンは完全に失敗しています。
フラックス1は絵としては成立していますが、プロンプトが正しく反映されたかと言われればそうではありません。一方ダリについては完全にプロンプトに一致しています。日本語に関してはダリが圧倒的だと言えるでしょう。最後に私双葉湊っぽい画像を生成してお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。